皆さんこんにちは。今日は鴨川に来てて、渡辺正人プロに登場してもらいました。鴨川でサーフショップをやられてて、ロストサーフボードのディーラーさんでもあるので、今日は僕がサーフボードを持ってきてるんですよ、はい、スムースオペレーターなんですけど、いっぱいの素材があるんですよ。フルカーボンのもの、ハーフカーボンのもの、 PU、 プレセボ、4種類の素材を持ってきてて、2人で同じボードの同じサイズのもので乗り比べをして乗り味の違いを皆さんにお伝えできたらなと思って、渡辺正人プロにも登場してもらいました。正人プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でね、僕が59歳、正人君は41歳です。彼はまだ現役で JPSA のコンテストなんかも出てるんで、どんなライディングしてもらえるか、僕よりも素晴らしいライディングしてくれると思うんでお願いします。はい、はい、頑張ります。はい、着替えて海へ入っていきましょう。じゃあプレセボで H2 のフィーつけていきます。プレセボってスピードが出ますね。プレセボってフレックスをすごく調整してあるっていうのが本当で、アップスンダウンするとスピードがすごい増加する。どんどんこうプッシュしてグヨングヨンって伸びる感じが PU みたいに若干重さもあるから止まらない。ダブルダートなんかだともっと軽いからキュンってなるんだけれども、スピードが止まるんだけれども、プレセボがやっぱみんな乗りやすいっていうのは、オールレベルの人がそのフレックスの効果を感じられて、どんどんスピードが出るっていうボードですね。バランスはすごくね、乗りやすくていいと思います。これはやっぱりプレセボがあるブランドがもう20年続いてるっていうのがよく分かりました。同じコンディションで風が吹かないからずっと同じようなコンディションだから、ボード試すにはすごくよく分かりやすくて、波質ねそんなに変わらないので、すごくね乗ってて楽しいですね。重さだったりフレックスだったり浮く感じだったり、後で細かく説明しますけど、すごくよく分かります。はい、渡辺正人プロがプレセボのデュラフレックス5出ます。スタンスをね見てほしいんですけどね、真ん中に乗ってスピードを出してるじゃないですか。やっぱり長いボードって真ん中に乗ることによってねスピードが出るんですよね。バックサイド行きました。先ほどよりも後ろにねスタンスしてます。そしてこのねリップに行く時にスタンスをね変えてるんですよ。こうやってね後ろバックフットを変えることによってボードをねコントロールしやすくしてます。またね気持ちよくねフィーってね乗ってますよね。もう本当に思いっきりね力を入れるんじゃなくて、優しく力を入れてあげて、だんだんスピードが出てくれるボードなんですよね。スムースオペレーターってこう立ってるだけでスピードが出るんで、無理にねグイグイ動かす必要がないというか、そういったボードですね。これもねリップに当ててクイッとね帰ってますね。気持ちよさそうに乗ってます。めちゃくちゃ調子良さそうっす。しなやかで、優しい乗り心地、デュラフレックス感がすごい効いてて、乗りやすい。ドルフィンとかやりやすそうでしたね。あれってここ掴んでるんですか？そこまではやってない。いや、そうですね。最後ドルフィンして水中から出る時とか、手が外れないから安定して。次は何乗ります？次はじゃあ次ブラックシープいいですか？女の子とかやっぱり力の脚力の弱い、パドル力のない子とかゆっくりサーフィンしたいなっていう方にはすごくおすすめです。ブラックシープビルド、レールがこれ薄いっすね。持った感じプレセボよりも熱い。行ってきます。お願いします。はい。ちょっと波がね止まっちゃったね。平らになっちゃいましたね。ブラックシープいいっすね。どれが一番いいかなっていうと、僕はこのブラックシープが一番好きかなと言っちゃいますなんでかっていうと、重さ、フレックス、全てのトータルバランスがすごくいいかな、そんな感じがします。軽快に乗れるから、ショートボーダーの人が乗るならいいんじゃないかなと思います。ブラックシープビルドめっちゃいいっす。粘るっていうかドライブもするから、このボードが僕一番ドライブするなって感じがしましたね。波によって使い分けするのがね、やっぱ本当はね一番いいんですけど、 PU のボードはやっぱ重さがあるから、波の掘れたセクションではテイクオフしやすいし、EPS のボードを僕今乗ってて思ったんだけど、 EPS のボードって浮く力が強いから、パドリングするときに波にエントリーするときに斜めに入るとうまく下に落ちていかないんだけれども、まっすぐすることによって下にスルスルって落ちていく。 PU のボードっていうのは重さがあるから、ちょっと斜めになっててもスーってテイクオフがしやすいって感じがしましたね。波に対してまっすぐこう落ちていくような感じでエントリーしていった方が多分テイクオフがしやすい、そんな感じがしました。はい。次は、スムースオペレーターブラックシープビルド、行ってきます。はい。セッテ
ティングはクワッドでちょっと行ってきます。はい、いってらっしゃい。はい。渡辺正人プロが乗っているのはブラックシープビルドのスムースオペレーターですね。結構ねショートボードライクにすごくね反応よくピュンってねボードをこうコントロールしているところを見てもらうと急にねボードがねクイッて動いてると思うんですよ。クイックに動いてると思うんですよね、軽快にね。これショートボットねよりこうなんていうんですかね、スムースオペレーターなんだけれどもショートボードっぽくね攻撃的な感じのライディングというかそういった感じで乗れてると思います。スピードも出てますよね。ここでもねテールをねピンをフリーにするようなねリッピングしてます。今もリップしてここもかなりね高さのあるリップもしてます。ここでスプレーも出てますし、さあスムースオペレーターのねこの波のね乗りつなぐところ、この辺のねもうほんと熱くなっちゃったところもどんどんいいサイドまで連れてってくれる、まさしくねオペレートしてくれるボードですよね。ブラックシップビルドね攻撃的に乗れるっていう感じがマサトプロのライディングでね伝わってくると思います。やばいっす。いやこれすごいですよ。スムースオペレーターブラックシープビルドあからさまにもうレスポンスが良くてちょっと踏み込むともうすごく反発して浮き上がってどんどん前に加速していって驚きました。ダブルランドが一番確か軽いのかな。行ってきます。いってらっしゃい。お疲れ様でおす。疲れ様です。いやーサーフボードってこんなに違うんですね。ボードの素材で同じモデルで同じサイズなのに、まず一番最初びっくりしたのが、沖に出るときに一番最初にボードに腹ばいになるじゃないですか。上に乗るじゃないですか。そしたら目の視線の高さがもう違う。やっぱ EPS だから水の上に浮いてるんですよ。だからその分目の高さが全然違って、パドリングしてる肩の位置も高いです。だからパドリングはしやすかったです。 EPS のボードってパドルがしやすいっていうのは多分そこにあるんだと思うんですよね。波待ちしてても同じリッターのボードなのに視線の高さも違うし、よくね分かりますね。同じ日に同じボードのサイズ違う素材で乗るとボードが軽いから立った時にすぐにこうヒュッてこう何かこうやりたいなって言った時の反応がやっぱり全然いいですね。いいところと悪いところがサーフボードってあるじゃないですか。でこいつのいいところっていうのはその動きの軽いところとかパドリングの速さですね。すごくいい。次はスムースオペレータースラップダートテクノロジーフルカーボンですね。ちょっと行ってきます。はい、お願いします。お願いします。はーい。フルカーボンのボードをダブルダートに乗ってますね。気持ちよくねボトムターンからスピードをつけて、これもやっぱりボードが軽いので反応が良さそうですね。ちょっとね反応が良すぎて、渡辺プロもねこれ最初ね手こずったって言ってましたけれども、これだいぶ慣れてきてねどんどんリップこうやってねするようになってきて、もうボードもね高く上がってますね。もうああいったところでね体をねこうなんていうんですか、無理にこう荷重しないでスーッと乗ってるだけ上げるだけでねこうね前にねボードがどんどん出てってくれてますね。これもリップしますよ、ボーンって。うわ今のもね激しいリップでしたね。とにかくねこのスムースオペレーターってこう動きもねすごくねああやってねリップのねところでねこうスラッシュするような、ね、動きもできちゃうぐらい本当ねよく動くボードなんですよね。ミッドレングスとも思えないような動きをしてくれます。ここもねグイグイ走ってます。うわー今のリップ素晴らしいですね。ブラックダートはい、ブラックダートどうっすか？もうピカイチのレスポンスですよね。波がこうちょっと熱くなってパワーがなくなってきてもボードの軽さでどんどん前に出てくれるんで、そこは本当高級品です。はい、PU どうっすか？ PU ねやっぱり重さがあるから1本目がそうだったんだけど、リップに行った時に跳ね返されないでしっかり重たい感じでそのままステイしてそのままボンって落ちることができた。あとねテイクオフする時に落ちるのがやっぱり自重があるからスルって落ちてくれる感じが、テイクオフは意外と速いですね。だから最初にパドリングするのに重さがあるから力がいるんだけど、ついちゃったスピードがそのままキープしてくれるから意外とトロい波でも地形がね浅いから浅いところで急に掘れるんだけど、そこでも意外と速く勝てる。やっ
ぱスムースオペレーターはいいです。一回ついたスピードがそのままずっと止まらない感じ。ドルフィン楽なんですか？ドルフィンはね、正直言ってね、迫力があるから大変なんだけど、構えて前もってドルフィンスルーするぞっつって沈める動作を早めに行えば大丈夫ですね。ノーズがとんがってるから意外といけます。次は PU でいきます、はい、ちょっとずっしり、レジンカラーでしっかり巻いてあって、ちょっと重みがあるかなので、レールをしっかり使ってサービスいいと思うので、ちょっと乗ってみます。お願いしまちょっと行ってす。きます。はい。これはポリエステルのレジンカラーのボードに乗ってます。もうなんか気持ちよくボードがこうなんていうんですか、パタパタせずにね、やっぱりボードに自重があるので動いてる感じがしますね。あとボードの重さによる推進力、一回ついたスピードが止まらないでそのままずっとスピードをキープしてくれてるようなね感じで乗っている感じがしますね。ボードの特性をうまくねこう利用して乗っているような感じがすると思います。スピードがついて、ここはちょっと人がいたのでリップすることができなかったですけど、バックサイドのセットをね掴んで、うわーすごくバーティカルで今ねリップしましたね。もうねショートボードみたいな動きしてますね。これはすごいですね。今ね4発リップしましたよね。これはねかなりねいいライディングだったと思います。お疲れ様でした。スムースオペレーター PU 乗ってきました。もう一言でもうクラシカル、もう重みがやっぱりあって、一旦走り出すともうスピードについてくれて、あとはずっとスムースにプッシュしてくれる感じで、めちゃくちゃ気持ちいいです。どうやって選んでいいかわからない方とか、どこをポイントにして選んだらいいか。パドルが一番速いと感じた素材はどれ？僕はですねこれかな。乗り方を変えた方がいいのか、何か意識した方がいいところがあるのか。極端にあんまり後ろに乗りすぎるっていうよりかは、サーフボードの中央寄りにまずは乗って少しこう流しながら